こんばんちは。ふやいなゆみです。弓道に興味はあるけど、力がないから自分には難しいかも、と言われる方が結構います。会話の流れによる相槌的なものや、おせちということが多いのかもしれませんが、中には本当に力が必要だと思っている人もいるので、実際にはそんなに力がなくてもできるんだよっていうお話。はい。というわけで、弓道に力は必要なのかというお話。結論から言えば、旧力の弱い弓を使っていれば、あまり力のない人でも弓を引くことはできます。旧力って何かっていうと、弓を引くのに必要な強さのことだったりします。現代ではキログラムで表したりしますが、重い、軽いではなく、強い、弱いで表現します。この旧力が強い弓から弱い弓まであることで、弓道は老若男女様々な人が体力に合わせて楽しむことができるんですね。話を戻して、弱い弓とはどれくらいなのかっていうと、相当弱い弓としては、旧力が5キロの弓が販売されています。ただ、旧力が5キロとなると、28メーター先の的を狙う近敵でも、矢の飛び方を安定させるのは難しいかもしれません。個人的には9キロ、最低でも7キロの弓であれば多少は安定させやすくなるかと思います。さて、先ほどから5キロ、7キロ、9キロと言っていますが、この数字はどうやって決めているのかというと、バネばかりなどの吊り下げ式の測りにつるを引っ掛けて、規定の長さまでグーッと引き下げた時の数値が旧力となります。こんな感じ。これはちょっとね、電子分かりなんだけど、吊り下げ式の測りを持っている人は、両手でこうグーッと測ってみると、どれぐらいの力なのか想像しやすいかもしれませんね。最後に、これも個人的な感想になってしまうのですが、私が今まで出会った男女両方とも含めた大人になってから弓道を始めた人で、7キロの弓が全く引けないという方はほとんどいなかったです。全くいなかったというわけではないのですが、ほとんどの方は弓を引けるくらいの力を持っているのではないかなとは思っています。もし本当に弓道を習うことに興味があるけど力がないから不安という方がいたら、この動画が少しでも始める時の後押しになったらなと思います。さて、今回は力ということについてお話ししてきましたが、実は弓道で習う弓の引き方は余計な力を使わないように弓を引くことができるので、稽古を重ねると同じ力でより強い弓を引くことができるようになったりしています。そんな弓道の写法に関してはまた別の機会に。それでは今日の話はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。